はいどうも、秋津ゴルフです。今日はですね、渋野日向子プロの2021年開幕クラブセッティングウェッジ編ということでお送りしていきます。はい、今年から渋野プロはウェッジを3本から4本に増やしました。で、その理由とメリットデメリットを解説しようかなと思います。もちろん渋野プロはピンの看板選手ですので、そういったデメリットっていうのはなるべく少なくして試合に臨んでると思うんですけど、私は一般的なこのデメリット、そしてメリットっていうのを解説しようと思いますので、ぜひね、ウェッジを4本体制にしたい方は参考にしていただけたらと思います。ドライバーとアイアンに関しては別の動画で解説してますので、ぜひそちらも見ていただければ幸いです。はい、では早速渋野プロの今年のセッティングを見たいんですけども、まずは i210 のピッチングウェッジ、これ45度だったんですけど、これを外しましたね。これが一番大きいところだと思います。唯一変わってないのが52度ということで、ここには渋野プロのこだわり、やアプローチに対する基本的なことが詰まったロフト角なんだなと思います。はい、今度はロフト構成を見ていきたいんですけども、46から52で6度差、52から54で2度差、54から58で4度差ということで、結構珍しいタイプのロフト構成になっています。はい、一般的なところで言うと46度の次を50度にすることで、全部が4度ピッチになっていくので、ですが渋野プロは52を残すということで、そこはプロのこだわりが見えるところですね。はい、一般的にはピッチを合わせた方がいいと言われてるんですけども、やっぱり一番大事なことは打ちたい球を打てるかどうかという点なので、やっぱり52度を残すということは打ちたい球が52度に詰まってるんだなと思います。はい、今年からアイアンの流れであるピッチングウェッジを抜いてウェッジの流れの46度を入れたと。まずはそのデメリットについてお話ししていきます。45度と46度ですので、一見1度差で、せいぜい3ヤードぐらいの差かなと思うんですけども、ウェッジはスピン量が多いのでその分飛距離が落ちます。ですので厳密には今までのピッチングウェッジと同じ距離を打てるウェッジっていうのがないんですね。でこのピンのサイトの通り、一番ロフトのないウェッジで46度ですので、厳密には今までと同じ距離はウェッジでは打てないということになります。はい、となると46度ウェッジの上の番手は9番の41度になりますので、若干番手間の飛距離のギャップっていうのが大きいかなと思います。はい、余談なんですけど、開幕戦のダイキンオーキッドレディースのパー4の平均距離っていうのが382ヤードなんですね。でそれに対してドライビングディスタンスが、2019年ですけど、248でしたので、ちょうどね130ヤードぐらい残る計算になるんですよね。ということは結構ピッチングウェッジが残る距離ピッチングか9番かなっていう残るんですけど、そのクラブを抜いてしまったので、ちょっと実験的な部分も、あるのかなと。一部報道ではやっぱりパー5の、サードショットの精度を上げてバーディーを取りたいっていう風な報道あったんですけど、今度パー4になった時に残り距離っていうのはどうなのかなと、そういう一面はあります。もちろんこれは机上の話ですので、T が結構前に出されることもありますし、打ち下ろしだったらもう全然残らないっていう場合もあるので、そしたらウェッジだけで対応十分できるので、ここはちょっと本人にしかわからないところだと思います。はい、次にピッチングを抜いて46度ウェッジを入れるメリットについてお話ししたいと思います。やはりウェッジですのでバックスピンが増えます。ですので今まで52度で仮に100ヤードまでバックスピンで止めれるとしたら、46を入れることで120ヤードまでバックスピンで止めれる、そういった、スコアメイクの仕方ができるようになります。はい、もう一つがウェッジで打ちたいんだけど風が向かい風だったりライが良くなかったりで52度だとちょっと確率が悪いな、ちょっと届かないかもしれないなっていう時に46度で打つことで、距離感の調整が、
楽にできるというところにあります。はい、次に56度を抜いて54、58を入れるデメリットについてお話ししたいと思います。52度の次が54度で、差が2度しかありませんので、距離の内訳のアドバンテージっていうのは少ないかなと思います。せいぜい6ヤードぐらいですんで、これにはちょっと疑問を感じます。ただ一部報道では54度を55にしてまするという報道がありますので、もしそうだった場合は距離ピッチが10ヤードになるので入れるメリットは、あるのかなと思います。はい、58度を入れることに関してはデメリット特にないと思います。慣れだとか技術の問題がメインになってくるので、渋野プロは特に問題ないと思います。あるとすれば、上のウッドとかユーティリティの1本を抜かないといけないとか、そういった問題になります。はい、最後に56度を抜いて54度、58度を入れるメリットについてお話しします。54度はオールラウンドそのものです。万能ウェッジです。52度と58度のギリギリ、届く届かない距離っていうのをカバーしてくれる、そんなウェッジですので非常に使い勝手が良いです。はい、次に58度を入れるメリットなんですけど、これはバンカーとラフが非常に楽になるという点だと思います。フェースを開きすぎなくても球がオートマチックに上がってくれる、そういった点でメリットがあります。もちろん60度を入れるっていう選択肢もあったと思うんですけど、フェースコントロールの難易度っていうのが一気に上がってしまうので、そのウェッジになれる時間っていうのが、非常にネックになるので、ここは58度っていう選択肢が一番ベストだったんじゃないかなと思います。ということで今日は渋野日向子プロ2021年開幕クラブセッティングウェッジ編ということでお届けしました。もしこの動画が良ければチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。並びに高評価低評価どちらでも構いませんので押していただければ幸いです。ではまた。